ここは都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。春は出会いの季節ですけれども、あなたに格ゲーマーと出会った時に、盛り上がる鉄板の話題って何だと思います？やってない格闘ゲームの強キャラの話を浅くするのは結構盛り上がります。どういうこと？ストリートファイターのプレイヤーから、最近ファーカブラムがやばいらしいね。なるほど。逆に鉄拳の人から、なんかユリアンが強いらしいですねみたいな話とかは結構ありますね。確かに盛り上がりそう。俺はね、自キャラの悪口がいいね。自キャラ、自虐だ。そう、自虐はとりあえずは相手のこと傷つけない。なるほど。自キャラの悪口言っちゃうな、申し訳ないけど。いつかちゃんは？いや、もう私想像でしかちょっとできないんですけど、とりあえずダルシムどう思うって聞きますね。一番おかしいな。初対面の人にダルシムどう思うって聞くの？どう思うってちょっと。あ、そっか。でそれで好きって言ったら、私残芸婦だからちょっとこの人とは。面白いな。よくできる。いらっしゃい。いらっしゃいませ。うわ。2人揃って初登場の侍がやってきた。マスター店閉めて。1人目のお客様は初めてのご来店となる K2 選手。使用キャラのコスプレをして大会に出場することで有名。 KOF シリーズなどでも活躍を続けるマルチプレイヤーです。2人目のお客様も初めてのご来店となる伝説のオタク選手。歌広場の格ゲーにおける師匠。膨大な経験に裏打ちされた華麗な立ち回りとトリッキーさが特徴の実力派プレイヤーです。実はですね、伝説のオタク選手は僕の格闘ゲームの師匠なんですよ。今でこそ格闘ゲームね、ある程度やってるって認知されましたけど、誰も何も知らない時に千葉で僕に格闘ゲームのイロハを教えてくれたのはその伝説のオタクさんなんですよ。そうなんですか。なんか今師匠を迎えてこうお話ししてるっていうのが不思議なんですけど、だってマスターだってね、田中さんと関係あるでしょ。そうなんですよ。もともとゲームの攻略ライターを自分やってまして、やりたいんですって言って泣きついてきたのがこの伝説のオタク選手。どうやって書いたらいいか分かんないっていうことを言っていて、まず自分が書きたいことを箇条書きにしたらいいよって話をしたんですね。箇条書きが分かんなかったんですよ。分かんなかったですね。戦いのことしか知らずに生きてきたので、何かあったらすぐこの人戦いのことしか知らないっていう。まずは K2 選手から4月から新チームへと移籍されたそうですね。自社のギークスというプロゲーミングチームに移籍したんですけれども、元は私が一緒に立ち上げた会社ですので、より社会人としてももちろんゲーマーとしてもプロで任務を遂行するところかっこよさを、見せていきたいと思います。プロゲーマーとしての活動と社会とのつながりみたいなのをかなり意識した活動されてましたもんね。一流のゲーマーは一流の仕事人でもあるし、一流の仕事人であればゲームももちろん一流にできると。そこで結果を出していくっていうのが僕らのコンセプトですね。そして伝説のオタク選手はある意味こう同門同士となったわけですけども、お友達なんですけれどネクタイを外したら敵同士です。サムライスピリッツに出会った時っていうのがサムライスピリッツに出会ったのはやはりこの新作のサムライスピリッツが出てから触り始めました。あ、そうなんですね。なんか僕すごい丁寧なプレイスタイルなんですけど、自分で言うのもあれですけど、それが非常に画面に出しやすい。確かに非常にそうですね、じりじりとしたところ、じりじりとしたサムスピらしい展開っていうのが非常に出しやすいっていうのと、自分もコスプレをする右京っていうキャラクターがとても楽しくて、コスプレも楽しくてハマっちゃいました。好きなキャラクターもいると。サムスピ始めたきっかけが、ナコルルが初恋だったんですよ。伝説のオタクさんは本作から始められたんですよね。対戦とかはしてなかったけど、50円を持ってやってって、ガルフォートかっこいいなとか、それぐらいやっててナコルルかわいいなとか、その時はちょっとアースクエイクとか見て誰が使うんだろうこんだけだって思ってました。K2 選手はさまざまな大会にコスプレをして出場。その理由などを伺っていきます。すっごい本気じゃないですか。これはもうキャラクター立花右京っていうサムスピのキャラクターなんだけど、マジで本物なんじゃないっていうレベルなんだよね。これめっちゃキャーキャー言われる。ありがたいことに。ほらめちゃくちゃかっこいい。そもそもなんでこうやってコスプレをしてゲームね、大会に出たりとかっていう発想になったんですか？ゲームって体格差が出ないから。でもゲームを盛り上げるために自分の身長を生かしてコスプレしたりすれば、それでみんな周りが盛り上がってくれて、結果ゲームのためにつながると。自分でメイクとかもされるんですか？そうですね、自分でコスプレしてメイクして。どうですか田中さん、かっこいいですよ、モテますよあれ。俺も実際一昨年ぐらい大会を一緒に待ってたんだけど、常に人だかりがいて、光だったね。嫉妬しました？嫉妬
なんで先に言ったの？お二人の出会いについて教えていただきたいんですけど、ちょうど2年前ぐらいなんですけども、自社のオフィスでね飲み会の時に会いまして、はい、その時私まだ会社に入ってなかったんですけども、そこでお話しして「わ陶撃のビデオで見たことある」っていう方で、まあ有名な人ですからね。そうですでかっこいいなって思って喋りかけてみると喋り方が尖りすぎててゲーマーとして特化した人なんだな面白いなって思いましたその言い回しいただきです。ゲーマーとして特化した人です。まあ K2 君の、見た目は高身長でプレイスタイルは丁寧系ですよね。でも本人もね言ってらっしゃいましたから、使ってる立花右京っていうキャラクター、燕返しと下段の完全2択を仕掛けるのが強力なキャラなんですけど、ただそれを仕掛けることって非常にリスキーなんですよ。言ってしまえば2分の1で崩せるんですけど、ガードされたらとてもやばいんですが、そういうところにあんま頼らず丁寧にリスクを削って、立命寄りのプレイヤーかなっていう。先月アップデートがですねサムライスピリッツ行われまして、シーズン3がついに開幕となりました。シーズン3からサムスピ始めるのはマジ大正解です。今入るのが一番いい。今入るのがいい。そう、ゲーム性がガラッと変わったから、今がチャンスだと思います。2まではどちらかというと体力リードして待つという戦法が結構強かったんですね。というのもやっぱりサムスピって結構独特なゲームで、攻撃を当てて有利を取れる技っていうのはなかなかないんです。シーズン3からガードクラッシュという新システムが追加されて、攻めるサムスピも強いんじゃないかみたいな。待ってるとガードクラッシュしちゃうぞと。そうです。単純に各キャラクターのできることが増えました。アッパー調整ですね、いわゆる。それ僕非常に好きでというのもやっぱり自キャラをより可能性のある動きをできるので、ゲーマーとしては非常に楽しみな調整になってます。ここからは最新アップデートで追加された新キャラクターチャムチャムについて伺います。一言で言ってスピード&トリッキーなんですけど、可愛い猫耳です。一言で言ってないですね。2つ今これがだから言ったじゃないですか。まだできてないです、箇条書きが。箇条書きができてない。もうちょっと真面目に語ると、リーチは若干短めなんですけど、本当にそのスピードがすごくて画面内をかなり動き回ったり、結構トリッキーな派生技も多いので、今までないキャラクターだと思います。僕もやっぱり見た目がまず可愛いなっていうのと遠距離かあるいはもう一気に近づいて接近して2択を仕掛けるみたいなキャラクターになってて、ただその分中距離はちょっと苦手だよみたいな。これでもバージョンアップが変わって、お二人なんか今注目キャラクターとかいますか？こいつを使っておけば間違いないやつ。勝手に俺が挙げていいですか？聞かせてください。ナコルル、立花右京、風間草月、徳川義虎。吉田、じゃあ4強にしときましょうか。ここはまず間違いがない。この4人は強い。俺の中では風間草月がやっぱり上がります。強いんだ。かつその兄弟の風間和樹、僕はこの2キャラがめちゃくちゃ熱いです。兄弟強くなったんだ。風間和樹がですね、今まで炎を貯めて自分を強化する技があったんですけども、それの隙がむちゃくちゃ減って、単純にワンコンボや立ち回りのリターンがかなり上がって、火力がいろんな場面で出せるようになりました。いやそうなんだ。でもあの2人人気キャラクターだから、そういうかっこいいキャラクターが上に上がってくると対戦動画とか見てても楽しいですからね。いやーダメだな、今日はちょっとテンション上がりすぎちゃってせっかくなんでね、お二人の対決果たし合い見せてもらってもよろしいでしょうか？良いだろう。勝負。K2 選手と伝説のオタク選手の2試合選手制エキシビションマッチ。いざ尋常に1本目勝負。この立花右京は居合切りですね。これを使った速い技、そしておぼろ刀といった突進技やジャンプからの燕返しという技を持っています。このアースクエイクはこんな見た目ですが忍者、トリッキーな動き、そしてこの鎖玉を使った非常にリーチの長い攻撃素晴らしい。直型の反撃、ここは対空、不意打ち、これ中段攻撃になってます。しゃがみができない。それを使って崩していくのは伝説のオタク。上りの燕返しが見せてしまったね。頭がガードして置き攻めに持ち込んでいく。しかしここで崩して背後からおぼろ型につないでいきます。ただ体力移動はかなりついています。 K2 どうするか。ただこれぐらいだったら非奥義とかそういうの当てればね。そうなんです。サムライスピリッツ非常に一発の攻撃力高いですから、まだ
終わっていない。しかし蹴り技を使って牽制してきます伝説のオタク。おっとダッシュからの蹴り、スライディングをガードした決めさせました伝説のオタク。まずはラウンドを先行。サムライスピリッツ、この怒りシステムかなり重要ですね。攻撃を食らったりすると怒って攻撃力が上がったり、抜き飛ばし下皿という強力な技を使うことができる。さらに一部の技はね、怒ることで強化される部分もあります。まずは伝説のオタクは攻め立てるんですけれども、 K2 がうまく今度はいらしていくという展開になっています。ダッシュから投げて大切りバックダッシュ、ツバメ返し、ダッシュ蹴り、スライディング、上からただファットバウンド、ケツから攻め込んでいきます。ガード割り込んで反撃やって K2 どうする、電卓はどうする、このまま決めるか、それともここで怒りを爆発させた。こうなると非常に強力な一戦、これを使うことができます。しかしここで勝たないと終わってしまう。そして勝っても次のラウンド怒りゲージが消失してしまいます。もう切り札を吐いたわけですね。ダッシュからダーッこれしかないという技を通しましたね。とはいえね、怒り爆発、あれをいわゆる緊急回的に使うことはできるんですけれども、それをしてしまうとこれでもう怒りゲージなくなってしまうので、片方だけ怒れる状態。そうですね、もうこの後は怒ることはできません。ツバメ返し、これ反撃に使ってきました。ファットブレス、そして強切り、そしてそろそろ右京のですね、体が真っ赤になったと思うんですけど、これでガードクラッシュがあると。一つ目ガードを割ったのは新要素見れましたね。伝説のオタクアースクエイクです。タイメックさんはそこまでただこの怒りゲージのね、ウィルで結構効きそうですよ。空中に浮かんで投げを回避、崩しを回避したのは伝説のオタクです。しかし大ボール型かなりのヘリ逆転したか、画面しダンブル飛びからワットバーンの決定から落ちてくる。ここで怒り爆発使いますね。となれば前には出れない蹴り、押し返した。まず1試合目勝利したのは伝説のオタク。2本目は伝説のオタク選手がキャラを徳川義虎に変更して対決です。そしてこの徳川義虎かなり特殊な部分も、基本的にはこのジャンプ攻撃の強力なんですが、必殺技を6種類持っていて6個全部の技を当てるとなんととんでもない超強い技が使えるようになるっていう。今2個当たりましたね。はい、2個当たりましたね。花のエフェクトが出るじゃないですか、そのいろんな花のエフェクト3つ目ですね。ここは反撃、おぼろ刀。面白い。おっと無敵返していく。体力リードはうまいぞ対空ダッシュ蹴りでダッシュ競技で、ここまでは完全に連絡です。一方的な展開になってきた。勝者徳川義虎。今のは4つ目4周ぐらい当てましたね。ほらだから反撃狙ってますね。すごい超強い弾きを狙ったんですけれども K2 も冷静に対処しました。おっと1しかもね潰して武器飛ばし、これは甘んじて受け入れましたね。怒り爆発という選択肢食らってこの後なんともいいです。おっと持続を重ねている。後がないぞ。ガードが間に合った。ここはそうですね、怒り爆発するしかなかった。 K2 どうする。一戦のプレッシャーを生かしてわあ掴んでいる。逆に残るが一発目の実戦バックステップ読み、なんとか逆転を果たした K2。 しかしやはり怒りゲージでこれが消失しています。ツバメ返し、お互いに中間距離から出方を伺うような展開です。足払い計算を崩してどうだ抜き通し、おっとバックステップを軽なかったか。体力リードは K2。 うまい対空ダッシュ競技、そして見ているが落ちない。ここで怒り爆発をしたのは伝説のオタク。あ
掴んでる。おお、手をバックステップ取るか。一戦残る。いや、残らない。すごいダメージだ。勝者伝説のオタク。対戦を終えての感想を伺っていきましょう。切り合いは日常なんですけど、やっぱちょっとこういう場だとちょっと緊張してて声が震えまくってるちょっとまだ現実に戻りきれたいので、先にケツさんからちょっとお願いしてよろしいですか。何なんだよ。いや、電卓さんこんな感じですけど、試合むっちゃ動けてて、そうですよね。そう、攻めがむっちゃキレキレですよね。はい、だから僕も対応しようと思ってたんですけど、逆に僕がなんか緊張しちゃってて対応できなかったから、電卓さんむっちゃうまく動けてたなって感じでした。俺試合が終わった後内容が全くいつも思い出せないんですよ、全ての大会で。でも最後相手の投げスカリに対してやっぱ一戦決めて侍らしいところを見せてくれましたよ。投げが強いんですけど、空振るともう好きにしてくれみたいな状態で、そこに反撃するのがすごい重要なゲームなんです。今意識を 0% しか割いてなかったんですけど、 0% は割いてないですね。はい、細胞が勝手に反応してしまって一戦が出てしまいました。いや、それで勝ったのがやっぱすごいですよ。すごかった。練習の賜物です。初級者いつかの格ゲー修行、格ゲーレッスン。今週は吉パ先生をお招きしてですね、飯塚ちゃんに教えていただこうと思うんですけどもね。よろしくお願いします。お願いします。今回は吉パ先生との対戦で課題を見つけることになりました。バイク抜ける。ああ、やりました。 EX クリア。なんかどっちがどっちか分かんないんだけど、立ち回りが普通すぎて違いが分かんないです。何にも言うことがないなこれ。内容は良かったものの大きな体力差をつけられて第1ラウンドを失います。第2ラウンドを開始直後も吉パ先生の猛攻を受け、一方的に攻められるうつ Z。 しかしこの先生マジで忖度ゼロでやってて、それと戦えてるのがすごいなと思ってます。普通にやってるからね、お互い。普通にやってますね。足返す。片してた今。しっかり繋いでる。相手に2回転。おお、逆にいいよ。そのまま。いや、まだある。まだある。もう一回使える。ここは反撃カウンター。どうする。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございました。では吉パ先生に今の戦いちょっと。読み合い自体なんか結構うまいような感じがあったんですけど、ただその単純にちょっと立ち回りがそのディスクリターンをちょっと無視してやってる感じだったので、やっていいことと悪いことをちょっとちゃんと把握するべきかなとは思いますね。やっていいことと悪いこと。そうですね。残機のためタイパー。はい。それも残機同キャラでやっちゃうと、スキルで捉えて相手のスキルがかくっちゃうっていう感じになっちゃうので、それを通すんだったらもうちょっとその他の行動を見せて意識させづらくさせるっていうのはやっぱ必要かなと思ってますね。散らすってことですか。そうです。散らすっていう感じですね。動きを悟られないように攻撃の幅を増やしてさらなる成長を目指せ。頑張れ1セット。格ゲー界に激震を走らせた歌って踊るプロゲーマーユニット。夏頃にはデビューしたいなとは思ってるんですけど、一直線にアイドルやってもらいたいなっていう気持ちがあって、歌って踊れるアイドル、歌って踊れるアイドル。これは格ゲーマーたちのユニットデビューを追うドキュメント、格ゲーマーユニットプロジェクト仮。始まったダンス特訓。踊れるようになるためまずは基礎体力のトレーニングからスタート。ウェーブ2回目。メンバーで唯一ダンス経験がある丈太郎選手。しかし他の4名は全くの未経験者。タンタンにしたらタンタン。あ、でもそう川名さん、それちょっとずつでいいからちょっとずつ。運動不足の体に染み当たる。きついっす。なんかやっぱ同じミスしまくってやっぱ格ゲーと通ずるものがあるなと。レッスンとか昔行ってたことがあったんですけど、だからその懐かしい気持ちが思いましたね。ダンスするための筋力がやっぱ足りてないんだろうなっていうのは反省点としてあるんで、今のままでは到底人前に出られるレベルではない。黒幕であるこの男も危
危機感を募らせていた。正直全然ダメでした。プロゲーマーですからね、その体どれぐらい動くのかなと思ったんですけど、本業でやってるような人たちにはもちろん遠く及ばないので、やるしかないっていうのと、バシバシ動いていくしかねえなっていうふうには思いました。ゼロからのスタート。夏頃と言われるユニットデビューに向けて不安をかき消すために今はがむしゃらに練習するしかない。本当に大丈夫なのかっていうのは常にありますよね何事もやるからにはガチっていうふうには思ってるんで、僕らが真面目にガチでやるのを見てなんか反応してもらえたら嬉しいなって感じですね。やるならとことんやりたいなとは思ってるんで、ちょっとここからもっとバチバチ気合い入れてやっていきたいなって思います。やっぱ業界を盛り上げる一つの大きな波にはなるのかなと。恥ずかしくならないぐらい練習はしたいですね。やるからにはちゃんとしたものを出したいなって僕は思ってるので、クオリティ高くできるように頑張ろうと思います。ゲーム業界以外の、もう M ステとか紅白歌合戦に最終的に出て、もう全くゲームに触れてこなかった人たちに対しても目が触れるような、そんぐらいのモチベーションと気合でやってる段階です。各ゲーマーたちによる前代未聞のプロジェクト。彼らの挑戦はどんな結末を迎えるのか。そろそろ閉店のお時間となりました。 K2 選手のコスプレ写真とかを見ていて、もっともっと他のコスプレも見てみたいなって思いましたしもう伝説のたくさんに至ってはもう深いところまで聞きたいなっていう気持ちになりました。またぜひご来店していただいたらなって思います。ありがとうございました。そして潤くん、今回は特別な回だったんじゃないですか。やっぱり思い入れ深いというか、すごく楽しかったです。単純に楽しかったです、でこれをねご覧くださった方がこれからの格闘ゲームサムライスピリッツの印象が360度ガラッと変わってくださったらやっぱ嬉しいですね。これからも、伝説のオタクさん、そして K2 さん注目してください。私たち同じ工藤っていうオーナーのもと活動しているんですけども、ただ別チームは別で、そのスタイルがいろんなところで出た回だったんじゃないかなと。確かに、プレイスタイルにも出てましたしね、お互いの色が出せる面白い回にできた、こうして電卓さんと共演できたのが僕はとても嬉しかったですめっちゃくちゃ楽しかったです。ここは普通なんだいや、もっと時間が許されるのがこの後も対戦したいです。マジで面白いんで、本当まだやってない方はぜひやってほしいですし、ちょうどねシーズン3も出たばっかりなんで、今入り目だと思うんでぜひお待ちしております。何か分かんないことがあったら私に聞いていただけたら何でもお答えしますので。思ってたのとは違うけど100点ですマジそうということでですね、今夜の過激サメ順のお客様は K2 選手、そして伝説のオタク選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回はソウルキャリバー6を特集。 SHK 選手と三原奈緒選手が初めてのご来店。お楽しみに。